今これ猫ミシンさん所有のマジック糸掛けお借りしてますね。これですね、この映ってるこれです。結局この抵抗をかけるストロークをかなり長くできるというかそうですよね。ただちょっとパッカリングはねやっぱり太い糸をかける時には本当はピンピン変えてやったりとかした方がいいとは思うんでまあプロというか本当に熟練工がラインで使うにはおすすめしないですね。30ぐらいまではいいでしょうけど20とかになってくるともう、ただねこれ本当構造を見て思ったんだけどホームソーイングとかで1台でミシン全部済まされる方、これは便利ですね確かに。ただパッカリングで安くなるのでパッカリングで安くなる分だけ本当先日私とテクトソーイングさんがデモで踏んだみたいにちょっと布を引っ張ってみて糸の遊び増やしてやるとか何かしらやっぱり慣れた方ならね手元のハンドリングでそういうところもごまかしできちゃうんで、やっぱりパッカリングでパッカリングは出ますね。これ絶対出ると思います構造上。構造上はやっぱりそれだけ無理やり抵抗こう切ってこれをここでこね上げてますんで、そうかその分生地がやっぱりだいぶだから乱暴な話工場で使うもんではないです。工場だったらやっぱりちゃんと保全工とかそういう方がきちっとセッティング出すはずなんで、ただやっぱり1台でご家庭でされてるホームソーイングとか本当内職レベルの方でも何でも1台で間に合わすにはこれいいですよね。便利なアイテムですね。ここのだからネジ1本ですもんね。そうですね。ネジ1本で今変えただけなんでね。いや持ってるよっていうからいやいやぜひちょっとそれどんな感触になるかマジック糸かつけてみたいですねってお話で今日お借りしてつけて今ちょっと手元でやっぱり手で引いた感じも抵抗が違いますか？やっぱり違いますね。全然やっぱ違うんですね。やっぱりそれだけ締まってますね。やっぱここで一こねするだけでただ僕らは1台ならこれであれなんだけどやっぱりピンピンバネ強くしてお皿緩めてあげて縫う時だけバネに効かして縫い目作りたいんで、僕だったら太ピンピン変えちゃうんです。これ本当1台で縫われる方に非常に便利なアイテムですね。ただこれどこだったかなこれ日報でこれ後から僕も調べたんですけど日報とか水星とかでも同じような名前は違います。名前は違うんだけどやっぱりここにつけるアイテムがね日報とか確か水星さんも出してたと思う。出てますね。これもう考えた人すごいね。すごいですね。こんなシンプルなものでやっぱり20倍と30倍とのテンション作れるというのはすごいと思います。で逆にすごい繊細な布の時は、これをかけない方がいいって聞いたことがあるんですけど、どういうふうにこのままつけたまんまがいいのかそれとも普通のものと取り替えこっちと取り替え。これね例えば猫ミシンさん繊細なやつで本当薄物縫う場合ちょっと一旦抜いちゃいますね。もう抵抗かけたくないからもう普段の糸調子に戻しますよね。これでここの穴をこねずに普通にこの上を通してもうこれがほぼほぼ普段の糸通しになりますんで。じゃあここのさこれ穴を通さない。穴を通さずにここは通す。そうそうここから持ち上げてればね。わかりました。全然抵抗違う。いやこれはでもよく考えてる。ちょっとただどうしても余分にこねるからもう無理やりお皿の抵抗をここで余分に増やしてると同じ考え方になるんで、パッカリングが余分にコントロールできるだけの腕の人だったらこれは便利だね。その2通りの使い方ができればね全然いいですね。もうその瞬間にね間に合わせて縫うんだったらこれは便利なアイテム。いやよく考えてるこれは。なんかうちらもこのも考えようか儲かるかも。構造上は本当シンプルですけどね、本当よく考えられてる。いやでも100年ね100何十年と、完成しているミシンの姿にまたこういうのでもう一発細工考えるのってすごいね。そうですね。もうこう見たらもう一目瞭然ですね。この構造ここ見たらこう意味がわかるというか。もうここからやったやつここに糸通してこね上げてるだけね。そうですね。
でも結構抵抗できるこれ。これがもう普通のね純正のやつ。純正ですね。それがもうただ通るだけ。これはもうここで糸一発横に通してこね上げ、こういう形ですよね。クランク状になってるだけ。よう考えてるこれは。ありがとうございます。返してね。なんかもらったみたいな。いやけどこれもネタになった。勉強になりました。ありがとうございました。